はい、サービスのプロネーションの動きについて解説したいと思います。対象としては、プロネーションの動きがよくわからない、あるいは強いサーブがなかなか打てない、力の使い方がよくわからないという方にお届けしたいと思います。このレッスンのゴールとしては、サービスの力の使い方、体が動く仕組み、原理原則を知ることにあります。よく雑誌などであるのは、サーブでボールが当たるときにプロネーションの動作を手首でしましょう、手首で作りましょうという解説があるかと思います。ですが、まずサーブの力の生まれ方、使い方がどのようなものなのか理解することが大事です。はい、サービスの基本動作について解説したいと思います。基本的にテニスの動きは体の軸を中心に回す動作、体を回す動作で力を生んでいきます。そしてストロークの場合は軸を立てて体を回すことによって腕を前に振り、力強いストロークを打ちます。サーブの場合も基本的な考え方は一緒で、軸を回すことで腕を振っていきます。そして軸の回り方がストロークの場合は立って回しますけれども、サーブの場合は軸を少し斜めに傾けて、このような形で軸を回していきます。トスを上げた後に構えた状態を作ります。この時に肘、手首の力を抜いておきます。そしてラケットの重みが肘に感じれるように楽に、ここをまっすぐトロフィーポーズですね、90度90度を作るようにしましょう。はい、この構えから右の胸をボールの方に向けていくようにします。そうすると手首、肘の力が抜けているので、先に腕が出ていき、ラケットは後からついてくるというイメージになります。動きとしてはこういうイメージです。少し極端にあります。胸が出ていき、ラケットが後から出ていくと、こういう動きですね。ラケットを振り回すようなイメージでいいと思います。少し振っていきたいと思います。ラケットを振り回すようなつもりで、腕は置いといて、手首も緩く、グリップも緩く持ち、そのまま胸を前にし、ラケットを振り回すようなイメージで振ってみてください。はい、この力の入り方が基本的なサービスの動きになります。このような形がサーブの基本になりますので、プロネーションというのは決して手首の力でこの動きを作り出すわけではないということを理解してください。体が回っていき、そして最後にボールに当たるところで腕の動きが止まることでラケットが先に出ていく、ラケットに引っ張られるように手首が回っていくというのがプロネーションの本当の考え方になります。あくまで写真で見るとこういう動きを作り出しているかのように見えるんですが、実際に体の力としては手首の力が抜けていて、そういう風な形に見える、そういう動きになるというのが事実になります。ですのでサーブの動作というのは手首の力を入れるのではなく、体が回ってきた力を手首の力を抜いた状態で止めることによってラケットの遠心力でラケットが加速されるという考え方、力の使い方を理解しましょう。はい、プロネーションができるようになるための方法として、まずシンプルな動き、単純な動きからやっていくようにしましょう。先ほども申し上げたように、プロネーションというのはあくまで手首の力で動きを作り出すわけではなく、手首の力を逆に抜き、ラケットの重みで動くことによってこのような動きが作り出されるというのが事実になります。ですのでその力の感覚を覚えていきましょう。まず最初はシンプルな動きからやります。ボールを使わずにラケットを持った状態で力を抜きます。そしてグリップも緩く持ち、
手首の力をこのまま抜くとラケットヘッドが重みで落ちるのがわかると思います。このラケットの重みで落ちる感覚をまずつかみましょう。次にボールを使ってみます。ボールを持ち、この状態からさっきの動きを作ります。この間にボールがたまたまあるというような形で、あまりボールを打とうとせず、たまたまこのラケットの動きの中にボールがあるというぐらいのつもりで考えてください。ただラケットをここから落とすだけです。この感覚が理解できるようになったら、次は少しずつ動きを大きくしてみましょう。体の横に腕を構え、脇を90度ぐらいに開きます。そして肘も90度にし、肘の上に手首とラケットが乗っているような感じ、ラケットの重みが肘にかかってくるような感じを作りましょう。その状態から肘の先をラケットの重みで落としていきます。はい。そして先ほどのように打点のところで動きを止めることでラケットのヘッドがプロネーションの動きをしていくので、腕を落としていくときに途中で止めてあげます。はい。まずは素振りでやっていきましょう。ここから肘から先を落として途中で止めることによってラケットの先が落ちていきます。はい。ここで手首に力が入ってしまうと、ここでラケットヘッドが落ちずストップしてしまいます。ですので、まず力を抜いたままだらーんとしてて構いません。そして途中で止めてあげてください。この感覚をまずつかみましょう。そしてこの感覚ができてきたら、今度はボールを使っています。先ほどと同じようにこの動きの中にたまたまボールがあるようなつもりで捉えてください。このような形ですね。あくまでラケットの重みでそのままボールが打たれる感じ。腕が落ちてきてそのまま腕の動きを止め、ラケットの先が出ていく感じを意識してください。はい。これでプロネーションの動きができています。はい。それができてきたら今度はサーブに近くしましょう。しかし下から上げてしまうと動きが複雑になって体に染みついた動きが出てきてしまいますので、最初はシンプルな動きからやります。構えた状態から打点に行くトスを軽く上げ、ここの動きだけやってみましょう。体が回ってきて肘が出てきて打点のところで止めます。止めることによってラケットが前に自然に出ていく、こういう形ですねを作ります。まずは素振りでもいいと思います。構えた状態から止めてラケットが前に出ていく。はい。これが手首に力が入っているとここで止まってしまいプロネーションの動きができていきません。ですので止めてラケットの先が出ていくというような形を作ります。はい。素振りで感覚ができてきたらまずは軽くで構いませんので打ってみましょう。このような形ですね。腕の動きを止めてラケットが出ていく。はい。この動きを作るようにしてみてください。